さ折れます多分。うわー、なんだこいつ。はい、どうもです。今日はですね、沖縄ということで夜の川に来てるんですけども、沖縄の夜の川といえば大うなぎですよ。はい、南の方に生息してるうなぎとは別の種類の大うなぎっていうね、うなぎの化け物みたいなものがねいるんですけど、それがね沖縄県中にうようよいるんで、今日はねこれを釣り上げて食べてやろうと思います。ということで早速釣りましょう。はい、というわけでですね、大うなぎの餌を買いに来ました。なんと餌はですねファミチキとなっております。ということでファミマに来てます。あっちにもファミマがある、そしてこっちにもファミマがある。沖縄ファミマがいっぱいありますね。沖永良部島にも1個あってもいいんじゃないかなと思うんですけど、1個もコンビニないからね、沖永良部島。ファミマの FC を作ってほしい、沖永良部島に。そんなことはさておき、ファミチキ買ってきます。ファミチキ4つとスパイシーチキン2つお願いします。いや、こんだけ買えばいけるでしょ。とりあえずスパイシーチキンは俺から味見しとこう。これは釣れる、間違いない。じゃあ行きましょうか。川の中はこんな感じですね。濁ってて何がいるかわかんないんですよね。水深は多分50センチぐらいだと思うんですけど、うわ、いるかな、大うなぎ。あそこ流れ込みがあるんで、おそらくね、ああいうところに投げれば多分大うなぎいるはず。っていうか、もう沖縄どこに行っても大うなぎいるんで、いるとは思うんですけどね。いたいた、大うなぎでかいでかい。うわ、いますね。あれを今回釣ろうという話ですよ。でけえな、やっぱ。すっごい浅瀬まで来るんだ。ライトにも全然ビビらない。大うなぎを捕食する生き物なんてね、多分おそらく沖縄の生態系にはいないんじゃないでしょうか。暴れたい放題でしょうね。もうほんと沖縄の川って外来魚ばっかしかいないんですけど、大うなぎは在来種ですからね。じゃあ落としていきます。今動きがあったぞ。あれ来てんじゃない？早かったか。早かったかな。うわー、取られましたね。いるってことは証明された。あとは釣るだけや。あ、来てます。めっちゃ糸出てるよ。いや、これもう行ってもいいんじゃないかな。ちょっとやってみるわ。来た。やばい、負けそう。やばい、めっちゃ引いてる。いかつ。おお、来た。うわー、よいしょ。でかーい。大うなぎだ。取れた。はい、というわけで小ぶりですが大うなぎゲットしました。これね、一応ねキープしておきましょう。もうちょっと大きいのがね取れると思いますから。よし、次行こう。うなぎね 1m50 とか普通に超えるんで、そういうでかい大うなぎをぜひ皆さんに見せたい。やばい、入れ食い状態すぎる。食ってるね。もっとちっちゃいやつが釣れた。いいね。あ、来てますよ。なんか出てます。やばいかも。これはやばいかも。よし、かかった。あ、これ本当にやばいかも。やばい。でかっくない？やばい、これ。あ、無理だ、負けない。さあ折れます多分。網準備。やばい。俺の指もげる。これどうやって引っ張ったらいいんだろう。うわ、でかい。うわ、でか。うわ、なんだこいつ。でかすぎる。やばい、これはでかすぎる。さっきのと比べてみようかな。じゃあちょっとクーラーに入れてあげましょう。弱っちゃうんでね。さっき釣ったこの大うなぎもうなぎとしては相当サイズでかいんですけど、もう全然比べ物にならないですね、大きさが。でかっ。ほら、俺の腕と比べても見てよ。俺の腕ギリ負けてね。いやー、やりましたね。
こういうね、沖縄の川の魚はね、本当に下水の匂いが半端なくて臭いんで、1週間ぐらい泥抜きして、そっから料理にしていこうかなと思います。ということで、1週間後。はい、ということでですね、島に戻ってきたんですけども、道中ね、大うなぎさんがお亡くなりになられました。那覇から沖永良部島までフェリーで7時間かかるんですけども、非常に状態が悪いですね。まあ、大うなぎ2年ぶりぐらいかな、2、3年ぶりなんでね、3年間磨いてきた腕で頑張ってね、料理していこうかなと思います。ということで、早速、観察していきましょうか。はい、こちらが大うなぎですね。全長どんぐらいかな。まあ、俺の腕そんな細くも太くもないんですけども、俺の腕よりもね、胴体的には太いんですよ。口がね、結構でかくて、カエルだったり手長エビだったりとかいろんなものを丸飲みして生きているようです。で、大うなぎって聞いたら、うなぎがでっかくなったんかなって思うかもしれないんですけど、全く別の種類です。うなぎと大うなぎね、これ別の種類で、普段食いしてる人はなかなかいないと思うんですけど、日常的に見るやつとは別で、大うなぎっていう和名がついてる種類でして、まあ肌とかをね、見るとわかるんですけども、普通のうなぎよりね、まだら模様をしてまして、まあ全体的にですね、茶色っぽい色をしています。まあフォルムに関してはね、うなぎと一緒です。うなぎさばくときね、皆さんね、これだけ注意しておいてほしいんですけども、うなぎも大うなぎもね、血に毒があります。結構強めの毒でして、最悪死に至るレベルの毒で、俺の友達もね、なんか大うなぎを半生で食べて、10キロはしてましたね。触った感じね、これ、死後硬直終わって、腐敗が始まりだしたぐらいの感じなんで、まだ腐ってはないですね。腐敗が始まりだした。もう今回、大うなぎね、沖縄の川に生息してる魚ってめちゃめちゃ臭くて、10日ぐらいね、泥抜きしないと、まあドブの匂いがして、まあこの大うなぎ3日ぐらいしかね、泥抜きできてなくて、ちょっと今鼻詰まっててわかんないですけど、相当臭いはずです。ということで今日は、甘露煮とかば焼きの間みたいな料理をね、作っていこうかなと思います。ということで早速、調理していきましょうか。はい、ということで、まずは、ぬめりを落としていきましょう。大うなぎですね、ぬめりがね、特にすごくてですね、ここ見てください。鮮度が悪いとかそういう話じゃなくて、シンプルにね、大うなぎぬめりがやばいんですよ。このぬめりをまず落としていきます。いや、ぬめりいかついな。塩ないと無理だわ。塩振っていきましょう。今回のやつそんなにぬめりないな。前回やばかった気がするんだけど。5、6回やる予定で今いたんですけど、全然今回ぬめりないわ。はい。ではね、ぬめり落とし終わりましたんで、ここからさばいていくんですけども、まずね、内臓から落としていきましょう。ファミチキが出てくる可能性がある。ファミチキ消化してんじゃないかな ?3 日があったから。やばい。これね、今手がめっちゃ荒れてるんで、絶対に手袋外せない状況なんですけど、傷口からこの血が入っただけで手が可能しますし、普通に飲み込んでしまった場合はですね、めまいとか痙攣、下痢、最悪の場合、呼吸困難に、ね、なる可能性もあるんで、非常に危険です。あんまり喋りながらさばくもんではないですね。うわ、内臓脂肪が乗ってる。肉食系の魚はですね、胆のうがね、でかいんですよ。胆のうでですね、脂肪を分解する酵素を作ったりしてるんで、非常にでかいですね。ファミチキ分解するのにめっちゃ使ったんじゃないか。で、ここ血合いがついてますんで、血合いに傷を入れていきましょう。ここはウツボと一緒なんですけども、ここに肛門があるんですけど、この血合いがですね、中まで入り込んでる可能性があるんで、ここ、しっかりね、最後まで血合いを取ってあげましょう。では、洗い流していきましょう。はい、それではね、綺麗になりました。このサイズにもなりますと、こうやってさばいていくの大変なんで、ぶつ切りにしていきましょう。まず頭を落としていきます。大うなぎの頭っていうか骨めちゃめちゃ硬いんで、普通のね、包丁ダメになりますんで、ここ背骨があるんですけども、結構勢いよくやるか、ハサミでやった方がいいですね。いきます。血が飛んできたらやばいんで、皆さん口をつまんでてくださいね。俺も口つまんでおきますわ。せーの。はい、ということで頭が取れました。こんぐらいですね、25センチぐらいでカットしていくとやりやすいです。これ、うなぎじゃなくて、ウツボも一緒ですね。関節に入った。はい、ということで、ここまで来ればね、もう他の魚と一緒ではないな。ウツボとかとさばき方は一緒なんですけども、肛門までの部位は、この腹の部分と背の部分で分かれてるんですけども、
肛門から下はですね、他の魚同様に三枚おろしみたいな感じでね、さばいていきます。背の身から包丁を入れていきます。あ、でも脂乗ってるな。今日の大うなぎ脂乗ってるな。夏の方が脂乗ってるのか。めちゃめちゃ釣りの食い良かったですしね。あんなに食うっていうぐらい食ってましたからね。今回合計3ヒットしたんじゃないかな。で、反対側もやっていきます。やっぱ大うなぎこんだけでかいサイズだと、ちょっと包丁の切れ味が悪くなってきましたね。鱗がないんですけども、皮がね、非常にね、硬いんですよ。で、一旦ね、ちょっと3丸する前に忘れそうなんで、やっておかなきゃいけないことがあります。血とかね、毒がある生物をね、扱った後はですね、基本的にはね、もうこれは消毒しといた方がいいんで、毎回ね、熱消毒しといた方がいいです。まな板、水切り包丁、ささら、水切りしていきます。臭みも取れて、血清毒も取れるという、さて、じゃあ、すべてがね、安全になったところで、調理を再開していきましょう。あ、全然湯切った方が、さばきやすい。はい、これが背骨ですね。もう本当にウツボと一緒ですね、構造としては。これやるんだったら、さっきのぬめり取り必要なかったな。塩でぬめり取るより湯でぬめり取った方が全然取れますね。めちゃめちゃさばきやすくなった。皮がね、ブリーンになったんで、弾けるようにね、さばきやすくなりましたね。はい、ということでですね、三枚おろしが終わったんですけども、水槽を見た時に、うわ、終わったって思ったんですけど、いけそうですね。ということで、今日はかば焼きをね、作っていこうと思うんですけども、大うなぎ、うなぎと違いまして、皮が硬い。皮は非常にまずい。皮は使いません。そして、うなぎってね、小骨があると思うんですけど、大うなぎになるとね、小骨が大骨になってて、骨だらけになってるんで、骨切りがめんどくさいんです。シンプルに薄くね、切っていこうかなと思います。さて、皮を引いていきます。皮の味とかね、唐揚げの味、白焼きの味はですね、過去動画に貼っておきますんで、ぜひそちらをね、見てください。今日は、かば焼きをやっていきます。あ、普通に皮引けたわ。これね、骨が入ってるんで、骨を切る感じで薄くね、切っていきます。そうすると小骨も気にならずにね、食べることができます。で、まず片栗粉を切り身にまぶしていきます。あんだけ血やばいって言ってたんですけど、切り身ぐらいの力当たるっていうことはあんまり聞いたことないんで、ここまで来るとそんなにね、気にすることはないと思いますが、自己判断で皆さんお願いしますね。触るだけでは大丈夫です。美味しそうになってきましたね。セット。そしたらここに油を敷いていきます。はい、そしたら大うなぎを入れていきましょう。で、まずで片栗粉に火をね、入れていきます。はい、そしたらね、簡易的にタレを作っていきましょう。まず料理酒、醤油、みりん、そして生姜。で、ここにザラメですね。で、水。
そしたらこれをですね、煮詰めていきます。アルコール飛ばして砂糖をね、溶かしていく的な感じですね。最近 TikTok で馬車馬さんっていう人を見てて、独特なワードセンスを交えながら創作料理をしてる人なんですけど、俺もちょっと独特なワードセンスと調理を磨いていかなきゃいけないのかなって思いながら、今日はしっかりこだわった日本料理をうなぎでね、作っていこうかなと思ってます。そんなこだわってないけど。めっちゃいい香り。で、ここにですね、先ほど唐揚げにした大うなぎをね、入れていきます。ちょっとザラメ入れすぎましたね。ちょっと甘いわ。少し煮詰めて完成ですね。はい、完成。はい、それでは完成しました。いただきます。大うなぎのかば焼き。響きだけはね、超でかそうなんですけど、フォークに刺してね、上品にいただこうと思います。毎回ね、イカしたての大うなぎをね、食べてたんで、今日はね、結構鮮度の悪い大うなぎということで、多分タンパク質とかね、分解が始まってると思うんですよ。普段の大うなぎだったら、鶏胸肉の硬い場所、パサパサって感じなんですけど、これね、白身魚と鶏胸肉の中間の味に沖縄の皮の匂いが混ざったかば焼きって感じですね。魚の味です、しっかりと。大うなぎ自体ね、魚の旨味とかがあるような生き物ではないんで、このかば焼きとかはね、結構ある種最適解な感じがしますね。はい、ということでごちそうさまでした。いや、今回ね、ちょっと大うなぎが死んでしまったのがね、すごく悔しい。本当に悔しい。毎回同じ方法で活かしてて、今まで死んだことなかったんですけど、今まで取った大うなぎより 1.5 倍から2倍ぐらいの大きさがあったんで、シンプルに酸素が足りなかった可能性がありますね。でかい魚はでかい水槽で生かさなきゃいけない説。ちょっと悔しいですが、次回につなげていこうと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが常時を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット系の私でも食べれるの最高すぎる。